皆さんこんにちは。日本語ポッドキャストのほのぼのです。突然ですが、日本を旅行するとき、どこに泊まるか迷うことはありませんか？今日は日本旅行で泊まる場所についてお話しします。日本にはいろいろな種類の泊まる場所、つまり宿泊施設があります。例えば伝統的な旅館、便利なビジネスホテル、おしゃれなゲストハウスなどです。今日はそれぞれの宿泊施設の特徴や選び方のコツなどについてお話しします。旅行のスタイルに合わせてどんな宿泊施設が自分に合うのかを考えながら聞いてみてくださいね。日本ではいろいろなタイプの宿泊施設があります。代表的な宿泊施設をいくつかご紹介しますね。一つ目は旅館です。旅館は日本の伝統的な宿泊施設で、多くの場合、畳の部屋が特徴です。布団を敷いて寝るスタイルが一般的ですが、最近では海外からの旅行者が増えたため、ベッドが置いてある部屋も増えています。旅館では浴衣を着られるところが多いです。浴衣を着て温泉の街を歩きながら写真を撮るのも楽しい思い出になりますね。そして温泉に入るのは旅館の定番の楽しみ方です。例えば箱根や草津といった温泉地にある旅館は特に人気があります。昔ながらの旅館では自然に囲まれた露天風呂を楽しめる場所もたくさんあります。静かな環境でリラックスしたい方にはぴったりの選択です。また、旅館では日本料理のコース料理、つまり懐石料理を楽しめるところもあります。本格的な日本の味をゆっくり味わいながら、日本文化を体験できるのが魅力ですね。ただし、旅館の宿泊料金は地域や季節によって変わります。紅葉の季節や大型連休、例えば夏休みやゴールデンウィークには料金が高くなることが多いので、早めに計画を立てることをお勧めします。2つ目はホテルです。ホテルは都市部を訪れる旅行者にとってとても便利な宿泊施設です。日本全国にたくさんのホテルがあり、特に都市部にはたくさんあります。ビジネスホテルはコンパクトで機能的な設備が整っていて、旅館よりもリーズナブルな料金で泊まれるのが特徴です。部屋は少し狭いですが、歯ブラシやひげ剃り、洗顔石鹸などのアメニティが用意されています。また、ほとんどのビジネスホテルは、駅の近くや観光地へのアクセスがいい場所にあります。24時間フロントが対応しているので、チェックインやチェックアウトもスムーズです。忙しい旅行者にぴったりですね。一方で、ちょっと贅沢を楽しみたい方は、ラグジュアリーホテルを選ぶのもいいです。有名なブランドホテルや、おしゃれなデザインのホテル、綺麗な夜景を見ることができるホテルなど、特別感を味わえる場所がたくさんあります。記念日や特別な旅行にはおすすめです。ホテルの魅力は便利な立地と快適な設備です。中にはレストランやジム、温泉やプールなどの施設が充実しているホテルもあります。東京や大阪などの大きな都市で観光やショッピングを楽しみたい人にとって便利な選択肢です。
3つ目はゲストハウスです。旅行中に国際的な交流を楽しみたい方にはゲストハウスがおすすめです。ゲストハウスは料金が安いので、長期間日本に滞在したい方にもぴったりです。ゲストハウスの大きな特徴は共有スペースです。他の旅行者と話をしたり、情報を交換したりすることができるので、世界中を旅するバックパッカーに人気があります。ユニークな体験ができるゲストハウスも増えています。例えば朝ごはんにおにぎり作りを体験できるゲストハウスや、その日に泊まるゲスト同士で夜ご飯を一緒に作るところもあります。また沖縄のゲストハウスではユンタクと呼ばれるおしゃべりの時間があることもあり、地元の文化を体験できます。最近ではおしゃれで清潔なゲストハウスも増えています。ドミトリールーム、共有の部屋だけでなく個室があるゲストハウスも多いです。プライバシーを大切にしたい方には個室がおすすめです。さらに女性専用や男性専用の部屋やバスルームがあるゲストハウスもあるので、安心して過ごすことができます。ただしゲストハウスは旅館やホテルのように歯ブラシやタオルなどのアメニティが置いてないことがあります。そのため必要なものは自分で準備する必要があります。4つ目はカプセルホテルです。カプセルホテルは小さな個室で寝るタイプの宿泊施設です。部屋は狭いですが、シャワー、エアコン、トイレなどの基本的な設備が整っているので、必要最低限の快適さがあります。料金が安いので、コストを抑えたい旅行者におすすめです。料金は場所や施設によって異なりますが、ゲストハウスよりは少し高いけれど、ホテルよりは安いところが多いです。また、終電を逃した人や短時間だけ休みたい人にもおすすめです。寝るだけで十分、寝られればそれでいいという人にとってとても便利な選択肢だと思います。最近では綺麗でおしゃれなデザインのカプセルホテルも増えています。女性専用のカプセルホテルも増えていて、安全面やプライバシーを大切にしたい女性の旅行者にも利用しやすい環境が整っています。ただし名前の通りカプセル型の部屋は狭いので、圧迫感が苦手な人や狭い場所が好きではない人にはあまり向いていないかもしれません。5つ目は Airb です。Airb は一般の人が自分の家や部屋を貸すサービスです。これを利用すると部屋や一軒家を借りることができ、ホテルとは違う家庭的な雰囲気を楽しむことができます。日本の家の構造が気になる人や日本の暮らしに興味がある人にはとても楽しい体験になると思います。また調理器具や冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、テレビ、お風呂などが揃っているところもあります。そのため日本に実際に住んでいるような気分で滞在を楽しめます。特に食材を買って自分で料理をしたり洗濯をしたりと生活感のある旅行を体験したい方にはおすすめです。Airb はグループ旅行や長期間の滞在を計画している人にもおすすめです。家族や友達と一緒に滞在すれば、みんなで同じ空間を共有しながら旅行をより楽しむことができると思います。ただし場所によっては設備や条件が違うので、
予約する前にレビューや細かい情報をしっかり読むことが大切です。特にチェックインの仕方やルールについても事前に確認しておくと安心して利用できますよ。6つ目は24時間漫画喫茶です。名前の通り24時間営業しています。漫画を読みながらくつろげるだけでなく、実は宿泊もできます。漫画喫茶では個室のブースで寝ることができ、安く泊まれる点が魅力です。一部の店舗ではリクライニングチェアやフラットシートもあり、休むためのスペースもあります。パソコンも使えるため、インターネットを利用した作業や動画を見ることもできます。また、アイスクリームやカレーライス、フライドポテトなど簡単な食べ物を食べることのできる漫画喫茶もあります。フリードリンクサービスがついているところも多いです。さらにシャワールームがある店舗もあります。ただし漫画喫茶はホテルと比べるとプライバシーが少なく防音性が高くないです。ゆっくり静かに眠りたい人にはあまり向いていないかもしれません。また漫画喫茶はセキュリティがホテルと比べて弱いため、女性が一人で利用する場合は注意が必要です。防犯面が気になる場合は、事前にお店のレビューや設備を確認しておくことをお勧めします。7つ目はユニークな宿泊施設です。最近ではユニークな宿泊体験ができる施設も増えています。まず、古民家を改装した宿泊施設があります。昔ながらの日本の暮らしを体験することができるため、特に日本文化に興味がある人におすすめです。木で作られた古い建物や畳の部屋、こたつや薪ストーブなど、昔の日本の家庭の雰囲気を楽しむことができます。また、お風呂は火を使ってお湯を温める薪風呂のところもあり、自然との一体感を味わうことができます。こうした場所では、まるでタイムスリップしたかのような体験ができ、懐かしさと新鮮さを感じられると思います。次に自然の中でキャンプ気分を楽しみながらも、ホテルのような快適な設備が整っているグランピング施設です。グランピングは豪華なキャンプを意味する言葉で、テントの中にベッドや家具があったりと、まるでホテルに泊まっているかのような贅沢なキャンプができます。自然の中でリラックスしながらバーベキューをしたり、星空を見ることができます。都会から離れて大自然の中で過ごしたい人にはぴったりの宿泊スタイルです。さらにお寺に泊まってお坊さんの一日を体験することができる宿坊というものもあります。座禅を組んだり、お経を唱えたり、習字をしたりすることができます。精神的にリフレッシュしたい、心を落ち着けたいという方にぴったりです。今日は日本旅行で泊まる場所についてお話ししました。日本にはいろいろな宿泊施設があります。泊まるところを選ぶときには、予算や場所、駅や観光地からのアクセスの良さ、好みのスタイルなどを考慮することが大切です。例えば観光に重点を置くなら安い宿を選んで観光や食事にお金を使うのもいい方法です。でも何よりも大切なのは
安全で安心して泊まれる宿を選ぶことだと思います。いくら安くても治安が良くない場所や不安な場所には泊まらないようにした方がいいと思います。自分が安心して過ごせる場所を選ぶことが旅行を楽しむためにはとても大切です。旅行の前にはインターネットで口コミやレビューをチェックしてみてくださいね。今回のエピソードを参考にして旅行の目的や予算に合わせてぴったりの宿を見つけてみてください。皆さんが楽しく安全に日本旅行ができることを願っています。また以前アップロードしたエピソード8では日本旅行の移動手段についてもお話ししています。電車、バス、レンタカーなど日本での移動方法について解説しているので動画の概要欄のリンクからぜひそちらの動画もチェックしてみてくださいね。それでは今日のお話はここまでです。今日も最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。また次回のエピソードでもお会いできることを楽しみにしております。皆さんこんにちは。日本語ポッドキャストのほのぼのです。突然ですが、日本を旅行するとき、どこに泊まるか迷うことはありませんか？今日は日本旅行で泊まる場所についてお話しします。日本にはいろいろな種類の泊まる場所、つまり宿泊施設があります。例えば伝統的な旅館、便利なビジネスホテル、おしゃれなゲストハウスなどです。今日はそれぞれの宿泊施設の特徴や選び方のコツなどについてお話しします。旅行のスタイルに合わせてどんな宿泊施設が自分に合うのかを考えながら聞いてみてくださいね。日本ではいろいろなタイプの宿泊施設があります。代表的な宿泊施設をいくつかご紹介しますね。一つ目は旅館です。旅館は日本の伝統的な宿泊施設で、多くの場合、畳の部屋が特徴です。布団を敷いて寝るスタイルが一般的ですが、最近では海外からの旅行者が増えたため、ベッドが置いてある部屋も増えています。旅館では浴衣を着られるところが多いです。浴衣を着て温泉の街を歩きながら写真を撮るのも楽しい思い出になりますね。そして温泉に入るのは旅館の定番の楽しみ方です。例えば箱根や草津といった温泉地にある旅館は特に人気があります。昔ながらの旅館では自然に囲まれた露天風呂を楽しめる場所もたくさんあります。静かな環境でリラックスしたい方にはぴったりの選択です。また旅館では日本料理のコース料理、つまり懐石料理を楽しめるところもあります。本格的な日本の味をゆっくり味わいながら日本文化を体験できるのが魅力ですね。ただし旅館の宿泊料金は地域や季節によって変わります。紅葉の季節や大型連休、例えば夏休みやゴールデンウィークには料金が高くなることが多いので、早めに計画を立てることをお勧めします。2つ目はホテルです。ホテルは都市部を訪れる旅行者にとってとても便利な宿泊施設です。
日本全国にたくさんのホテルがあり、特に都市部にはたくさんあります。ビジネスホテルはコンパクトで機能的な設備が整っていて、旅館よりもリーズナブルな料金で泊まれるのが特徴です。部屋は少し狭いですが、歯ブラシやひげ剃り、洗顔石鹸などのアメニティが用意されています。また、ほとんどのビジネスホテルは、駅の近くや観光地へのアクセスがいい場所にあります。24時間フロントが対応しているので、チェックインやチェックアウトもスムーズです。忙しい旅行者にぴったりですね。一方で、ちょっと贅沢を楽しみたい方は、ラグジュアリーホテルを選ぶのもいいです。有名なブランドホテルや、おしゃれなデザインのホテル、綺麗な夜景を見ることができるホテルなど、特別感を味わえる場所がたくさんあります。記念日や特別な旅行にはおすすめです。ホテルの魅力は便利な立地と快適な設備です。中にはレストランやジム、温泉やプールなどの施設が充実しているホテルもあります。東京や大阪などの大きな都市で観光やショッピングを楽しみたい人にとって便利な選択肢です。3つ目はゲストハウスです。旅行中に国際的な交流を楽しみたい方にはゲストハウスがおすすめです。ゲストハウスは料金が安いので、長期間日本に滞在したい方にもぴったりです。ゲストハウスの大きな特徴は共有スペースです。他の旅行者と話をしたり、情報を交換したりすることができるので、世界中を旅するバックパッカーに人気があります。ユニークな体験ができるゲストハウスも増えています。例えば、朝ごはんにおにぎり作りを体験できるゲストハウスや、その日に泊まるゲスト同士で夜ご飯を一緒に作るところもあります。また、沖縄のゲストハウスでは、ユンタクと呼ばれるおしゃべりの時間があることもあり、地元の文化を体験できます。最近ではおしゃれで清潔なゲストハウスも増えています。ドミトリールーム、共有の部屋だけでなく個室があるゲストハウスも多いです。プライバシーを大切にしたい方には個室がおすすめです。さらに女性専用や男性専用の部屋やバスルームがあるゲストハウスもあるので、安心して過ごすことができます。ただしゲストハウスは旅館のように歯ブラシやタオルなどのアメニティが置いてないことがあります。そのため必要なものは自分で準備する必要があります。4つ目はカプセルホテルです。カプセルホテルは小さな個室で寝るタイプの宿泊施設です。部屋は狭いですが、シャワー、エアコン、トイレなどの基本的な設備が整っているので、必要最低限の快適さを確保できます。料金が安いので、コストを抑えたい旅行者におすすめです。料金は場所や施設によって異なりますが、ゲストハウスよりは少し高いけれど、ホテルよりは安いところが多いです。また、終電を逃した人や短時間だけ休みたい人にもおすすめです。寝るだけで十分、寝られればそれでいいという人にとってとても便利な選択肢だと思います。最近では綺麗でおしゃれなデザインのカプセルホテルも増えています。女性専用のカプセルホテルも増えていて、安全面やプライバシーを大切にしたい女性の旅行者にも
利用しやすい環境が整っています。ただし名前の通りカプセル型の部屋は狭いので、圧迫感が苦手な人や狭い場所が好きではない人にはあまり向いていないかもしれません。5つ目は Airb です。Airb は一般の人が自分の家や部屋を貸すサービスです。これを利用すると部屋や一軒家を借りることができ、ホテルとは違う家庭的な雰囲気を楽しむことができます。日本の家の構造が気になる人や日本の暮らしに興味がある人にはとても楽しい体験になると思います。また調理器具や冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、テレビ、お風呂などが揃っているところもあります。そのため日本に実際に住んでいるような気分で滞在を楽しめます。特に食材を買って自分で料理をしたり洗濯をしたりと生活感のある旅行を体験したい方にはおすすめです。Airb はグループ旅行や長期間の滞在を計画している人にもおすすめです。家族や友達と一緒に滞在すれば、みんなで同じ空間を共有しながら旅行をより楽しむことができると思います。ただし場所によっては設備や条件が違うので、予約する前にレビューや細かい情報をしっかり読むことが大切です。特にチェックインの仕方やルールについても事前に確認しておくと安心して利用できますよ。6つ目は24時間漫画喫茶です。名前の通り24時間営業しています。漫画を読みながらくつろげるだけでなく、実は宿泊もできます。漫画喫茶では個室のブースで寝ることができ、安く泊まれる点が魅力です。一部の店舗ではリクライニングチェアやフラットシートもあり、休むためのスペースもあります。パソコンも使えるため、インターネットを利用した作業や動画を見ることもできます。またアイスクリームやカレーライス、フライドポテトなど簡単な食べ物を食べることのできる漫画喫茶もあります。フリードリンクサービスがついているところも多いです。さらにシャワールームがある店舗もあります。ただし漫画喫茶はホテルと比べるとプライバシーが少なく防音性が高くないです。ゆっくり静かに眠りたい人にはあまり向いていないかもしれません。また漫画喫茶はセキュリティがホテルと比べて弱いため、女性が一人で利用する場合は注意が必要です。防犯面が気になる場合は、事前にお店のレビューや設備を確認しておくことをお勧めします。7つ目はユニークな宿泊施設です。最近ではユニークな宿泊体験ができる施設も増えています。まず、古民家を改装した宿泊施設があります。昔ながらの日本の暮らしを体験することができるため、特に日本文化に興味がある人におすすめです。木で作られた古い建物や畳の部屋、こたつや薪ストーブなど、昔の日本の家庭の雰囲気を楽しむことができます。また、お風呂は火を使ってお湯を温める薪風呂のところもあり、自然との一体感を味わうことができます。こうした場所では、まるでタイムスリップしたかのような体験ができ、懐かしさと新鮮さを感じられると思います。次に自然の中でキャンプ気分を楽しみながらも、
ホテルのような快適な設備が整っているグランピング施設です。グランピングは豪華なキャンプを意味する言葉で、テントの中にベッドや家具があったりと、まるでホテルに泊まっているかのような贅沢なキャンプができます。自然の中でリラックスしながらバーベキューをしたり、星空を見ることができます。都会から離れて大自然の中で過ごしたい人にはぴったりの宿泊スタイルです。さらにお寺に泊まってお坊さんの一日を体験することができる宿坊というものもあります。座禅を組んだり、お経を唱えたり、習字をしたりすることができます。精神的にリフレッシュしたい、心を落ち着けたいという方にぴったりです。今日は日本旅行で泊まる場所についてお話ししました。日本にはいろいろな宿泊施設があります。泊まるところを選ぶときには、予算や場所、駅や観光地からのアクセスの良さ、好みのスタイルなどを考慮することが大切です。例えば観光に重点を置くなら安い宿を選んで観光や食事にお金を使うのもいい方法です。でも何よりも大切なのは安全で安心して泊まれる宿を選ぶことだと思います。いくら安くても治安が良くない場所や不安な場所には泊まらないようにした方がいいと思います。自分が安心して過ごせる場所を選ぶことが旅行を楽しむためにはとても大切です。旅行の前にはインターネットで口コミやレビューをチェックしてみてくださいね。今回のエピソードを参考にして旅行の目的や予算に合わせてぴったりの宿を見つけてみてください。皆さんが楽しく安全に日本旅行ができることを願っています。また以前アップロードしたエピソード8では日本旅行の移動手段についてもお話ししています。電車、バス、レンタカーなど日本での移動方法について解説しているので動画の概要欄のリンクからぜひそちらの動画もチェックしてみてくださいね。それでは今日のお話はここまでです。今日も最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。また次回のエピソードでもお会いできることを楽しみにしております。